皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちはキャンピングカーで沖縄を旅している夫婦です。はい、今回は沖縄そばを食べていきたいと思いますが、何店舗食べるかは今のところ決めていませんので、私たちの胃袋が持つ限り、入る限り沖縄そばをたくさん食べていきたいと思います。おすすめの場所をたくさん教えていただいたので、その中から厳選もしつつ食べれるだけ食べるというような感じで、沖縄のそばを楽しんでいきたいと思います。食べるのが大好きな私たちですが、もう最後の最後まで食べ尽くそうと思って、沖縄旅に臨んでいます。はい、沖縄のグルメはやっぱり沖縄でしか食べられない味だと思いますし、食べ比べするっていうとやっぱり地元だからこそできることなので、後悔ないように食べていきます。沖縄の食をあまり食べたことがない初心者の素直な感想をこちらで伝えていきたいと思いますので、想像しながら見てみてください。車でお店に寄っていきます。駐車場の様子などもお伝えしていきますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。いただきます。いただきます。これは梅石だよ。梅石どうぞ。梅石。裏に書いてるよ。梅石とは沖縄の方言でお箸のことです。あ、なんだ梅石って美味しいかと思って。こちらが三枚肉そば。私はさっちゃんそばセットって言って三枚肉のお肉が入ってて、私の方は軟骨と三枚肉とスペアリブだから早期が入ってます。もずく麺と白麺っていうのがあって、もずく麺の方は多分もずくが練り込まれてるのかな。ここは私たちも仲良くさせてもらってるまこすけ一押しの沖縄そば屋さんです。いろいろ沖縄のおすすめを教えていただいて、その中でまこすけ一押しですって書いてあったのでいただきます。優しい。うまっ。美味しい。めっちゃうまい。軟骨から食べてしまったんだけど、めっちゃ美味しいよ。そしてジューシー。初めてのジューシー。なんか周りがコリッとしてて、軟骨自体美味しいからな。中華そば風らしいよ。やっぱその中華麺というか。中華麺が太くなったっていう感じ。どちらかというともずく麺は本当にそばみたいだよ。タバコも入ってるとは言ね、美味しい。もずくも入ってる。麺自体は中太麺ぐらいの太さで、ちょっと平たい麺。全粒粉麺みたいだけど、こっちはおそばのような、そんな感じのような。美味しい。美味しい。おお、柔らか。スペアリブもめっちゃ柔らかい。三枚肉のやつ、なんかチャーシューのお肉がより柔らかくなった。が減る。ありがとう。おお、トロトロだね。かなり優しい味付けだね。スープの味を強く楽しむっていうよりかは、このお肉が味がついてるから、それでバランス取ってるっていう感じ。紅生姜もトッピングあるんやった。優しい味でめっちゃ美味しい。ジューシーも食べてみてよ。いろいろ入ってる炊き込みご飯みたいなんだけど、比べるのが難しいから、俺なりに例えてみると、ラーメンとうどんって別物じゃん。その中間ぐらいがこのソースそばっていう感覚。上のお肉が乗ってこその沖縄そばだろうから、それを邪魔しない味という感じ。吸った時はフォーみたいな感じの感覚も味わえるみたいな。太さがね。うどんみたいだよね、見た目は。全然食感違う。こっちの方がもっと弾力あるよ。もずく麺は細細おそばみたいな感じ。全然違うね。全然違う。これはこれで美味しい。味とか本当優しい。誰でも美味しく食べれると思う。その風味がどうとかもないし、シンプルに優しいお母さんの味みたい、おばあちゃんの味みたいな、そんな感じです。わかるかも。このご飯も美味しい。紅生姜とか唐辛子もいいアクセントになる。こ
こに入るまで約20分ちょっと待ったんですけど、ちゃんと並んで食べてよかったなって思います。重たくない、あっさり食べられるおそばだったと思います。ごちそうさまでした。いただきます。いただきます。売り切れ商品が結構ありました。今回は夜まで空いてるので晩ご飯に食べに来ました。麺が細麺と平たい麺が選べるので、僕らは平たい麺にしました。パスタに近いような麺。そうだね、ちょっとどん兵衛っぽくも感じられる。麺の感じがね。美味しい。結構塩辛いんじゃないかな。結構しっかりめな塩味がこうするね。うわ、なんか麺めっちゃ下から出てくる。私はソーキそば。では手びちなので豚足が入ってるやつです。うわ、トロトロやん。これ俺好きだ。ようくん豚足好きだもんね。一つ問題点がここで出てきた。この豚足の骨ってどうすんのっていう。つけとく。つけとくのこれ。出汁になるってこと？そういう食べ方でいいの？確かにね。どうやって食べていくんだろう。このスペアリブも味が染みてて柔らかくて美味しい。この沖縄そばは染みる感じがする、体に。これは運転で疲れたからではないのでしょうか。ってなる。しっかり下茹でしてやるんだろうね。簡単に骨から取れる。元の状態がこんな感じで、さっき食べかけこれですけど、簡単に骨からお肉が剥がれちゃう。食べやすい。お店の人に言ったら辛いでいただきました。ちっちゃい骨がいっぱい入っていっちゃう。この紅生姜めっちゃ酢が効いてて刺激的。普通生姜入れるもんなの？そうなんじゃない？どこの店もついてるよね。この味を消しちゃいそうで俺入れるのがもなっていうちょっと優しめだからこそのトッピングなんじゃない？豚足全然癖なくて食べやすいよ。肉が柔らかくて味付けがしっかりなのが美味しい。結構塩気があって美味しい。ごちそうさまでした。こちらのお店はスープの味がしっかりあってお肉も柔らかくてとっても美味しかったです。麺も細麺を今回食べてないんだけど平麺はすごい太さもちょうどよくて食べ応えもありました。美味しかったです。ごちそうさまでした。何店舗かある石工風というお店に来ました。はい。でこちらは沖縄人が作った最初の沖縄そばを再現したそばになってる沖縄そばだそうです。すごい透明なスープ。麺を半分ぐらい食べたら枕崎産の鰹節を入れて、でこっちは炙りの早期軟骨かな、早期かな、とりあえず炙りです。めっちゃ美味しそう。麺がまた違うね。ラーメンみたい。わかるね、この麺すごい喜多方ラーメンとかそっち系のつるっとしたもちっとした系の麺。つるっと入ってくるけどかなり弾力があって、スープは結構塩気のある、優しいけど塩気もしっかりあります。塩気だね。卵も食べてる。卵っていうところがまたいいね。薄いペラペラの卵。錦糸卵みたいな。ちょっと卵が乗ると当たり前なんだけど天津飯っぽい感じも思わせられるような卵の、この
出汁の効いたスープに浸ってる卵が美味しい。これすごく食べやすいと思うな。美味しいね。吸いやすい麺が、うん。一般的な甘辛い三枚おろし肉とかエビチとかソーキとかが乗った沖縄そばとはまたちょっと違っていいかも。食べ比べするにはすごくいい。これ今全然違うね。じゃあ、炙りたてで食べなよ。いただきます。からしはいいんですか？わさびもありますよ。ちょっととりあえず先にこれ一口ちょっと食べる。うわ、柔らか。炙ってくれてるからめちゃくちゃ香ばしいよ。沖縄そばって優しいから、そのセットメニューにはジューシーがあるじゃん、白ご飯ではないなって思うよね。ラーメンとかって意外とライスとかつけたくなるジャンルもあるけど、沖縄そばはその味付きのご飯とかが合うなって思う。そうだね。これも美味しい。こちらのお店は紅生姜はないです。ないね。鰹節入れるとまた風味が格段に上がる。すごい、本当に柔らかく煮た後にちゃんと炙ってあるから香ばしさもプラスされて美味しいよ。鰹節。うわー、味ついてるんだ。そうそう。しっかり味が濃いめの鰹節で香りが強くなるね。うわ、わさびすごい。そばとスープだけだったら飽きがきそうな気がするんだけど、卵で新しい楽しみ方ができてそれがいいなって思う。他の沖縄そばと比べてそこが全然違う。これつけるとまたそういう楽しみ方もできるし、中風いいね。気に入ったね、すごく。こちらオーレグース、島唐辛子を泡盛に漬け込んだ沖縄の軽い調味料なんですけど、ちょっと今一口分飲んでみましたが、めっちゃ泡盛の味もしっかりして辛みもあってすごい。すっげえ泡盛の香りする。おー、すごい美味しい。この優しい出汁にめっちゃ合う。美味しいね。少しだけ辛さが出るのかな。結構麺入ってるね。これ普通にしたけど。ごちそうさまでした。優しい味だけどしっかり味もついてて満足感のある沖縄そばでした。少し団子麺を思わせるような食感だったかなと思います。すごくほっこりするお味でした。気に入りました。中にも外にも席があって、広いね。外は特に広い。めっちゃ席数ある。海が目の前です。はい。こちらはお席に着いてから携帯で注文するスタイルです。もずくがね、おかわり自由っていうのには絶対行かなきゃって言われて。嬉しいよね。もずくそば中小大あるよ。小は690円で中で830円、大だと1060円。中で。もずくざるそばもあります。すごい田舎のお店って感じで好きだ。めっちゃ好きこの雰囲気。一番沖縄っぽい店だなって思いました。ねえ、後ろすっごい立派なガジュマルの木あるよ。ガジュマルの木が日陰になってくれてる。本当だ。生もずくをこの中に入れて食べると、この麺にももずくが練り込まれてて、酢もずくもあってもずくゼリーもあってもずく尽くし。この白い皿の生もずくはおかわりが自由。もずくと一緒に食べるか。これが一番の目的でここに来たと言っても過言ではないと。いただきます。麺が思ったよりツルツルしてる。もうちょっとこう、ポロポロしてるのかと思ったらツルツル。さっぱり。もずくがうまいよ。やばい、一回で食べてしまった。もずくの食感がいい。シうん。ャキシャキしてプチプチシャキシャキ。これおかわり何回もしたくなるな。
すもずくも食べてみよう。もずく天もつけられます。この後ちょっと違うお店でもずく天食べに行くので、つけなかったんだけど、美味しい。食感がすごくいい。ソーキの味がしっかりご観光染みついててさ染みついてて染みついてるって何だっけ染みててでしょ、でも引き締まってそうな三枚肉。柔らけ。しっかり肉の質感もあって美味しい。甘い味付けがまたいいね。あら、どっちも美味しいわ。スープは優しめだけどちょうどいい塩気がある。あっさりしすぎてないね。麺にもしっかり塩気が絡んでる。硬すぎなくてちょうどいい柔らかさ。もずく取ってきましょうか。はい。できたぜ。ありがとう。もりもりだ。こっちでいいよ。なんか書いてあったけど、日本で初めてジャス認定を受けたオーガニックオーガニックの方。生もずくなんだって。なんか2種類なかった。オーガニックと新もずくっていうのもあった。紅生姜も入れたい。コーレグースも入れたいとこだけど、先に紅生姜をやっぱなんか紅生姜入れると味が変わっちゃうからさ、俺はこの味を楽しみたいんだ。必需品的な感じなのかなと思って。海藻が好きなシャキシャキ感が好きな人は超ハマると思う。いらないのね、じゃあ。いらないです。僕はこのもずくとスープの味を楽しみます。こういう人もいるみたいですので。すもずく美味しい。もずくめっちゃ好きだから、幸せ。美味しい。もずく入れるのめっちゃいい。で、ソーキがめっちゃでかいね。あ、そっちの方が身がいっぱいだった。やったいや、失敗したぜ。ー。やったー。ちっちゃい方をつい先に食べちゃう癖が。うまい。もずく入れるの最高。新もずくはすごくぬめりの強いもずくで、あったかいスープに入れるとこれが透明になるような感じみたいです。すそのまごい。ま今食べてみたけどさ、めかぶっぽかった。もうほぼないんですけど入れます。ああ、このぬめりがスープに出るんだ。ね、ほら。本当だ。どうなるんだろうスープ。おお、美味しそう。めかぶみたい。本当だ。めかぶ入れてる感覚だね。へー。ほんととろみが出る。いっぱい食べたいのは生もずくを3、4回食べてから最後に新もずくを入れるといいんですか。いいと思います。はい。ごちそうさまでした。ここのすごく気に入りました。このもずくそばもだし、すもずくもだし、最後に食べたもずくのゼリーもレモンゼリーみたいな感じで、もずくの感じが全く感じられないから、ほんと爽やか。最後に食べるとすごい爽やかで、後味よく終われます。いただきます。ちょっとまた違うね。なんか四角い感じ。細麺だね、結構。ね、なんか練り込まれてる。いただきます。ここ一番ラーメンっぽい。そうです。醤油ラーメンみたい。麺の弾力すごい。もちもちしてる。ツルツルなんだけど噛んだら結構噛み応えがあって。かつおだしがめっちゃ効いてる。一番なんだろう、観光客向けなのかな。多分ちょっと食べられると思う。そのラーメン感覚で食べられるんじゃない？なんかスープの味もさ、割とはっきりしてるというか、しっかりしてる。カツオが効いてるのがすごくわかる。上に乗ってるのは三枚肉のやつかと油揚げが切ったのが入ってます。とキンチそばの方にはソーキがついてる。味が濃そう、美味しそう。美味しそう。うわ、炙ってあって美味しい。味が濃い。トロトロね、本当味が濃い。ここが一番本当、あまり沖縄のそばが得意じゃない人とかもこれだったら気に入りやすそうや。
麺がツンプツンって切れるところとかもあったりするから、と味が薄めとか、それがあんまりって方はいいかもしれん。あとこの三枚肉のお肉めっちゃトロトロで、これもちょっとチャーシューみたいな感じ。チャーシュー最後に食べたからこそよりこの違いが分かって面白い。俺らも車で回ってたからあちこちしないと難しいなって思ってたんだけど、ここは国際通りのすぐそばにあるから、とりあえず食べに行こうっていうのはできるかも。困ったらここに食べに来るっていうのはありだよね。これグースを最後におお、辛い。めっちゃ効いてるから唐辛子です。これ入れると青森の風味がすげえ出る。これまた美味しい。ペロッと食べ終わりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。これにて沖縄そば5選終了です。いやー美味しかったですね。どれも美味しかったですね。沖縄そばで1位決められそうですか？今回食べたやつの中では決まっています。はい、なんでしょう。プンナトゥが私的にはすごく好みでした。もずくがいっぱい入ってるやつね。もずくが好きっていうのが一番でかいんですけど、もずく食べ放題だったり、お蕎麦も本当に美味しくて、お店の雰囲気もすごく良かったので、トータル的にプンナトゥがお気に入りです。はい、自分の中では1位はもう決められませんっていうぐらい全部美味しかったので、僕はどれもお気に入りということで、手びちもね僕だけ食べたんですけど、好きな人にとってはすごく美味しい一品だったなというふうに思います。これは5日間の中で食べてきましたけど、沖縄のグルメそれ以外にも別の動画でご紹介していきます。また食べたいね。もうこれ編集しながら食べたくなってしまって、もうね沖縄県九州にくっついてほしいなって思います。車で行けるようになってほしいぐらい美味しかったです。それは無理だと思うけど、ぜひ参考になれば嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さようなら。生昆布最初に 3,4 回ぐらい食べて、最後にこれ食べるのありかなって。生もずくを3回ぐらい食べて、もずくですね。はい、生もずくを。もずくの感じが全く感じられないから、ほんと爽やか。最後に食べるとすごい爽やかで後味よく終われます。